暑いから涼しくしてあげる。新婚旅行についてきた技師のエリさんは、私のすぐ前で立ち止まり、あろうことか、私の頭上で水の入ったコップをひっくり返してきた。トポトポと私の髪の毛や服に水が滴り落ちる。私は一瞬何が起きたのかわからなかった。おい姉貴、何やってるんだ、やめろ。慌てて夫の勇気が止めてくれたが、あっという間にびしょ濡れになってしまう。エリさんの夫の匠さんはそんな私を見てケラケラと笑っている。さすがに何人か店員がやってきてエリさんを止めるが、酔っ払っているせいか全く言うことを聞かない。なによ、こんな欠陥女、勇気にはふさわしくないでしょ。そんな言い方ないだろ。自分は病気だから優しくしてって悲劇のヒロインぶってんじゃないわよ。私がいつ自分が病気だから優しくしてなどと言っただろうか。私の病気がエリさんたちに少しでも迷惑をかけただろうか。私はとっくに我慢の限界になっていた。今まで勇気の家族だと思い、エリさんとの関係を悪くしないようにと考えていた自分がバカバカしく思えてくる。もう二度と私に関わらないでください。そうエリさんに向かってはっきり告げると、私たちはその場を後にした。私の名前は彩香。在宅でウェブ関係の仕事をしている。今は一人暮らしをしているが、来月には婚約者の勇気と同棲を始める予定で、引っ越しの準備を進めている最中だ。私は学生の頃に発病した潰瘍性大腸炎という腸の難病を患っている。特にこれといった制限があるわけではないが、揚げ物や乳製品等の脂質を摂りすぎてしまうと腸が炎症してしまい、食べ物が口にできなくなってしまう。なので私が食べれるのは1日2食のみ。食べ物にも日頃から人一倍気を使っている。家族や周りの友人はそんな私の病気を理解してくれていて、外食に行く際にはいつもファストフード店を避けてメニューが豊富なお店を選んでくれたり、母は私が帰省すると必ず私の食べられる食材で美味しい手料理を振る舞ってくれた。そして勇気も私の病気の良き理解者であり、いつも私を支えてくれている大事な存在だった。もともと勇気のお父さんとも仕事のつながりがあり、一緒に仕事をしていく中で勇気とも知り合った。第一印象は笑顔がすごく素敵な人。知り合ってからは仕事に対する真剣な姿勢と休憩時間にふと見せる無邪気な姿のギャップにやられて、あっという間に私は惹かれていった。人生で初めて告白をし、交際することになった時は、嬉しいような、照れくさいような、何とも言えない気持ちでいっぱいだったのを覚えている。それから数年間の交際期間を経て、私と勇気は無事結婚することになった。勇気の両親もとても優しい人たちで、病気があることを知ってもなお、私のことを温かく迎えてくれた。そんな中、私を悩ませている人物が一人だけいる。勇気の3つ年の離れた姉のエリさんだ。私は一人っ子だったので、最初は姉ができたみたいで嬉しく思っていたが、エリさんはどうやら家族や友人から病気のことで気にかけてもらっている私のことを妬ましく思っているようだった。結婚の挨拶をした時も、義両親は私たちの結婚をとても喜んでくれたが、エリさんとその夫である匠さんはテーブルの端から私を値踏みするように睨みつけていた。私の勘違いかもとも思ったが、それからのエリさんたちの態度で勘違いではなかったのだと確信することができた。彩香さんって社長夫人になれる器じゃないと思うのよね。社長夫人ですか？そうよ。だって勇気はいずれお父さんの会社を継いで社長になるのよ。そうですね。社長夫人っていうのは私みたいな品があって旦那を支えられるタフな人じゃないと。はあ、そ
それなのに、見た目もほら庶民的だし、病気持ちなんてね。とてもじゃないけど、勇気を支えられるとは思えないわ。エリさんはお父さんと勇気が仕事の話で席を外した途端、初対面の私に社長夫人とは何たるかを意気揚々と語ってきた。匠さんが小さな会社を経営していて、エリさんもその仕事を手伝っているらしい。まあ要するに、私では勇気の妻としてふさわしくないと言いたいのだろう。しかし私は、仮に本当に勇気が後を継いで社長夫人になったとしても、今の仕事を辞める気はさらさらなかった。それからというもの、エリさんが私に小言を言うたびに勇気がかばってくれたが、その場が殺伐とした雰囲気になるので、当事者の私はいたたまれなかった。私のせいでごめんね。今まで表立って自分の病気のことを言われたことがなかった私は、ただ謝ることしかできない。私も好きで病気になったわけではないので、正直エリさんの態度にはいつも困っていた。エリさんは私のことを病気でみんなの気を引いて、自分たちの家族に取り入ろうとする女狐としか思っていないようだ。どうせ仕事も在宅ワークとか言いながら、ろくに働いてもないんでしょ？そんなのニートと一緒じゃない。きちんと稼いでいるのですが、どうだか、うちは経営者の一家なのよ。引きこもりのニートな上に欠陥女なんて、うちの家族にはふさわしくないわ。エリの言う通りだ。在宅ワークで楽する前に、一社会人として外で働いたらどうなんだ？エリさんの旦那さんの匠さんも私のことを見下して言う。ここまで言われるとさすがに言い返したくもなるが、実際に家に引きこもっているのは間違いない上に、エリさんたちとこれ以上荒波を立てたくなかった私は、嫌味を言われても耐えていた。入籍してからも私はエリさんたちに会わないようにするため、極力義実家には近寄らないようにしていた。かろうじてお父さんたちとは仕事のため外で会えていたので、特に不便と感じることはなかった。入籍後、私たちは結婚式をしない代わりに新婚旅行でハワイに行くことを決めた。そのことをお父さんに報告したよりも、エリさんから着信が来るのだった。ちょっと彩香さん、ろくに働いてもいないくせに海外旅行なんて生意気なんじゃない？でも新婚旅行なので。自然と口が強くなってしまう。新婚旅行に行くのに、いくら義士とはいえ、他人にとやかく言われる筋合いはない。私たちだって新婚旅行は国内だったのよ。さてはお父さんにお金をもらったのね。変な言いがかりはやめてください。気に入られてるからってお金をせびるなんて、ずうずうしいにも程があるわ。当たり前だが、お父さんからお金をもらうことなど私たちはしていない。自分たちが国内旅行にしか行けなかったせいで、余計に悔しく思っているのだろう。私たちがどこへ行こうが、お姉さんたちには関係ありませんよね。まあいいわ。とりあえずあなたたちだけ海外旅行に行くなんて許さないから。私が言い返したのが気に入らなかったのか、エリさんは捨て台詞を吐いて電話を切ってしまった。それからエリさんの言動が気にはなっていたが、新婚旅行の日を迎えるまで何事もなく無事に過ごしたのだった。旅行が決まってからずーっとこの日を心待ちにしていた。この日のために急ピッチで仕事を終わらせ、観光地巡りの計画もバッチリだった。そんなワクワクした気持ちで現地の空港に到着すると、そこにはいるはずのないエリさんたちの姿があった。あら、偶然ね。一瞬時が止まったかのようになる。エリさんはまだ空港だというのに、どこぞの物産展で買ったというアロハシャツを着て、ハイビスカスのネックレスまでしている。私たちはハワイくらい行こうと思ったらいつでも行けるの。庶民のあなたとは違ってね。そうそう、ハワイの旅費くらい大したことない。
せっかく可愛い弟がお金を出して海外旅行に行くのに、なんにも食べれない欠陥女の嫁が一緒じゃ旅行が台無しじゃない？勝ち誇った高笑いが聞こえてきて、私は頭痛がしてきた。エリさんはもっともらしい理由を言っていたが、私たちだけで海外旅行に行くのが気に入らず、ついてきたのだろう。これではせっかくの新婚旅行がめちゃくちゃになってしまう。姉貴たちとは別行動にしてもらおうから、ごめんな。勇気のせいじゃないもの。落ち込む私を勇気が励ましてくれた。だが、案の定、エリさんたちが私たちに勝手についてきては何かと絡んでくる。お金のない彩香さんはハワイなんて初めてでしょ？何回も来ている私が案内してあげるわ。何回も来ている割にははしゃいでいるように見えますが、見栄を張らないと気が済まないのだろうか。お土産を買おうとすればセンスがないだのケチをつけられ、海水浴などをしようとすれば自分たちもと騒ぎ出してしまう。ろくに楽しむこともできず、夜になる頃には疲労でぐったりしていた。晩ご飯には勇気が観光ガイドブックから私が食べれそうなお店を探してくれていたので、エリさんたちがどうか問題を起こしませんようにと祈りながらお店に向かった。うわー、さすが。こんなお店選ぶなんてセンスがないわね。安そうだな。仕方ないじゃない。彩香さんは病気なのよ。質素なものしか食べられないんだから。私の心配をよそについてきたエリさんたちはお店に着くと大きな声で失礼な会話を堂々と繰り広げ始めた。別々の席に案内してもらったが、会話の内容は丸聞こえ。日本人観光客も多かったので、みんな何事かとエリさんたちに注目している。早々にお酒も進んでいるようで、いつもより会話が弾んでいるようだった。うわー、この料理美味しそう。でも脂っこいから彩香さんには無理ね。かわいそうに。この味付け、スパイスが最高だな。こんな美味しいのに食べれないなんてね。だが私もそんなエリさんたちの言動には慣れているので、いつものように無視して食事を楽しむことにした。うわ、かわいい。お皿に花が乗ってる。ほんとだな。食べれるんじゃないのか？え、そうなの？お母さんたちにも見せてあげよう。私が写真を撮っていると、眉を潜めたエリさんがこちらにつかつかと歩いてくるのが視界に入った。暑いから涼しくしてあげる。私のすぐ前で立ち止まったエリさんはあろうことか、私の頭上で水の入ったコップをひっくり返してきた。トポトポと私の髪の毛や服に水が滴り落ちる。私は一瞬何が起きたのかわからなかった。おい、姉貴何やってるんだ、やめろ。慌てて勇気が止めてくれたが、あっという間にびしょ濡れになってしまった。匠さんはそんな私を見てケラケラと笑っている。さすがに何人か店員がやってきてエリさんを止めるが、酔っ払っているせいか全く言うことを聞かない。なによ、こんな欠陥女、勇気にはふさわしくないでしょ。そんな言い方ないだろ。自分は病気だから優しくしてって悲劇のヒロインぶってんじゃないわよ。私がいつ自分が病気だから優しくしてなどと言っただろうか。私の病気がエリさんたちに少しでも迷惑をかけただろうか。私はとっくに我慢の限界になっていた。今まで勇気の家族だと思い、エリさんとの関係を悪くしないようにと考えていた自分がバカバカしく思えてくる。もう二度と私に関わらないでください。そうエリさんに向かってはっきり告げると、私たちはその場を後にした。その後、残りの日程は宿泊先からすべて変更し、エリさんたちと遭遇しないようにした。そのため、なんとか気持ちを切り替えて、残りの日数を楽しむことができたのだった。すると、帰宅すると早々に義実家から連絡が入る。
勇気から聞いたよ。エリたちが大変申し訳ないことをした。私はちょうどいい機会だと思い、お父さんに今までのことを洗いざらい話すことにした。なんてことを。エリさんたちがハワイに行っていたことを知らなかったギフは電話口で言葉を失っていた。その夜、お父さんがエリさんたちを連れて私たちの家を訪れる。ごめんなさい。私が悪かったわ。最初は塩らしく謝るエリさんたちだが、ふてくされた様子で腑に落ちていないのが一目瞭然だった。私がただ黙っていると、エリさんがポツポツと話を始める。だって病気だからってみんなにチヤホヤされて、ろくに仕事もしないくせに勇気やお父さんからお金をもらっているなんて。その言葉を聞いて私はため息をつく。お父さんと勇気も開いた口が塞がらないといった様子だ。それでもエリさんの訴えは止まらない。おかしいでしょ。私にはろくにお金もくれないくせに、どうしてその女ばかり。ここまで行ったところで勇気の怒号が部屋に響く。いい加減にしろ。俺は彩香には一銭もやってないぞ。父さんたちもだ。勇気の言う通り、私は自分で生活費を稼いでいる。でもずっと家にいるじゃない。パソコンで遊んでばっかりだったし。こんなことを言うエリさんには仕事を在宅ワークでするという概念はないのだろう。するとお父さんは私に向かってエリさんに土下座をさせ、自分も土下座をし始めた。すまない。この通りだ。こいつらとは絶縁をする。二度と彩香さんたちには関わらせない。だから私の会社を辞めないでほしい。私が怒っていると思ったお父さんはひたすら謝罪を繰り返している。何よ。どういうことよ。私のレストランがここまで繁盛しているのも彩香さんのおかげなんだよ。彩香さんには数年前から私の会社の IT 部門を担ってもらっているんだ。以前に勤めていた職場の人から勇気のお父さんが経営しているレストランを紹介された私は、それ以降レストランの IT 部門を担っていた。そして結婚を機に正式にお父さんの会社に入社したのだった。お父さんにはいつもお世話になっています。エリさんとは金輪際関わるつもりはありませんが、お父さんたちはこれからも一緒にお仕事させていただきたいと思っています。確かに怒ってはいるけれど、それはお父さんたちにではない。それに一応私もプロ意識を持って仕事に励んでいるわけで、エリさんたちの言動でお父さんとの仕事のつながりを切るつもりはさらさらなかった。私の言葉を聞くと、お父さんはほっとした表情を見せた。反対にエリさんと匠さんの表情はこわばっている。彩香さんは会社にとってはなくてはならない人なのに、本当にバカ娘たちが申し訳ないことを。そう言うとお父さんは再度深々と頭を下げた。すると急にエリさんが泣き出す。知らなかったのよ。仕方ないじゃない。教えてくれないのがいけないのよ。みんなして寄ってたかって私をいじめて、私がかわいそうだと思わないの？挙句の果てに人のことを勝手にニート呼ばわりしていたエリさんは、自分のことは棚に上げて必死に言い訳を並べている。エリさん、悲劇のヒロインぶってないで、きちんと現実を見たらどうですか？私はエリさんに以前言われたことをそっくりそのまま返した。エリさんは言い返す言葉がないのか、顔を真っ赤にして唇を噛みしめている。私は改めてお父さんに向き直った。この人たちのことは何とも思っていません。お父さんたちの好きにしたらいいと思います。そんな、許してちょうだい、お願い。許しを請うエリさんたちに対して私は冷たくそう言い放ち、かばうことはしなかった。絶縁だけは。匠さんもすがるようにお父さんを見ている。すると勇気が立ち上がりこう言った。父さんに絶縁されたらあんたも困るだろうけど、謝る相手間違えてないか？
ごめんなさい。その言葉を聞くと、匠さんはひどくうろたえた様子で私に頭を下げる。勇気に聞いた話では、匠さんの会社は経営難で、お父さんに多額の資金援助をしてもらっていたそうだ。私のことを金の無心などと言って追い出そうとしたのも、自分たちが借りるお金がなくなるのではと恐れていたから。今までは多少多めに見てきたが、ここまでだ。あとは自分たちで何とかすることだ。お父さんは絶縁宣言を二人にすると、無理やり引きずるように連れて帰った。後日、再度謝りに来たお母さんから、エリさんたちとは本当に絶縁したことを聞かされた。私のせいでなんだかごめんなさい。いいのよ。もともと親のお金をたかるだけたかっていたのはあの子たちですもの。こっちとしても関係が切れてよかったと思っているわ。そういうお母さんは苦笑いを浮かべていた。その後、エリさんたちはというと、お父さんの援助がなくなった会社では経営がうまくいくはずもなく、あっという間に倒産。先日のハワイ旅行の旅費分も含めて借金が膨らみ、住んでいたマンションも追い出されてしまったと聞いた。二人とも定職にもつけず、ボロアパートに住みつつ、借金の返済に追われながら暮らしているそうだ。私はというと、これまで通り自分の病気とうまく付き合っていきながら穏やかな毎日を過ごしている。来年には勇気と暮らす新居も建つ予定だ。これからも私のことを思ってくれる人たちを大切に自分の人生を生きていこうと思う。